ドリアそれっと。よし、これで全部倒したな。たく、ノエムは突っ込んで暴れてただけでしょ。とどめを刺したのは僕とシェフィーちゃんなんですけど。私は氷漬けにして動けないようにしただけよ。でもオクトーさんが倒したゾンビたちはどうして復活しないのかしら。例えて言うなら、ゾンビたちの持ってる復活スキルを攻撃のついでにちょっとバグらせちゃったみたいな。まさきのデカダントライトの劣化コピー版って感じかな。ま、慣れない技だし戦うのも久しぶりだったから、ノエムが頑張ってくれたおかげでだいぶ楽できたけどね。ほら見ろ、やっぱり私たちはコンビで戦ってたからこそじゃないか。お前最近一人で何とかしようとしてばっかだったからな。はいはい、悪うございました。反省してますって。どうしたの？あ、そういえば何か話の途中だったような。確かシェフィー様からオクトー様にロストしてしまったのにどうしてこの場にいるのでしょうかといったご質問をしていたかと思いますが。ああ、そうだそうだ。私も実はその辺よく分かってないんだよ。ほら、ちゃんと説明しろよな、オクト。いやー、ぶっちゃけよく分かってないのは僕も一緒なんだよね。生きててラッキーみたいな。バレた？さすが腐れ縁なだけあるね。もしや騎士様はオクトー様とも昵懇の。いえ、今はそうではなく、そのオクトー様はゾンビのようなアンデッドの類ではなく生きている方のようにお見受けしますが。そんなの見りゃわかるだろう。ほら、脈だって動いてるし。いたった。もうノエム、そんなに強引に手を掴んだって脈なんか測れないでしょ。さっきのサツキって鬼の子の感想じゃないけど、確かにこの二人ずっとイチャイチャしてるわね。ゾンビでないならオクトー様は魂のみでこの世界にたどり着き、シェフィー様のように肉体を取り戻したのでしょうか。こちらの常識ではありえない話としか思えないのですが。そっちの常識ってのがどんなのかは知らないけど、まず前提としてバックアップを取っておいたんだよね。あの時はビジョンズエンプレスの防壁に捕まったら僕もただじゃ済まないって分かってたからさ。バックアップ？誉さんもそれで助かったって言ってたけど、同じもの？どういう魔法なの？同じかどうかは知らないけど、ロストをトリガーにした個人限定のロールバックって言ってわかるかな。指定したポイントで自分をリビルドするみたいな。リセットやループのある草野ゆいちゃんの願いが叶ったアストロムでしか使えない不安定な裏技だったけどね。成功率かなり低いし。なるほど。それじゃあエリスさんが管理者じゃなくなった今のアストルムではそのバックアップっていうのは使えなくなっちゃってるのね。だねー。っていうかほんと強引な自己再構築だから。
使わないに越したことはなくってさ。下手したら魂が欠けるとかして人格変わっちゃうかもしれないし、君みたいにね。あー、そっか。言われてみれば私たちと毎回戦ってた頃とは結構性格変わった気がしないでもないからな、お前。そうだぞ、今のお前は悪いなオクト、ノイム、今回は僕たちの勝ちってことでとか言いそうにないし。意外と強気だったのかしら、あなたって。かつて消滅したあなたを 99.9% まで復元したのは他ならぬ私なのですから。そうなのか。じゃあお前、今ミネルヴァがどこにいるかは知らない？そっか。僕たちはこれからランドソルに戻ってミネルヴァを探すつもりだったんだよね。またビジョンズエンプレスやカイザーインサイトみたいな連中に狙われても困るしさ。って言ってもノエムの言うゲートってのが見つからなくて困ったなーってところなんだけど。私のせいみたいに言うなよな。そもそもお前がこんな世界にいた方が悪いんだぞ。っていうか、お前がこのジオニブルヘルに落っこちたのはさっき言ってた不安定なバックアップってのがうまくいかなかったからなのか？多分ね。ついでにどうも僕のロールバックの足を引っ張ったやつがいるみたいなんだよね。それが誰なのかよくわからないけど。この声は。なんだ、またゾンビか？しょうがない。話の続きはこいつらをぶっ飛ばしてから。待ってください、皆様。皆様、私のことがわかりますか？言われてみりゃ肖像画で見たことが。ひょっとしてバイオレット姫様ですか？本物だとしたらなんで姫様がこんなところに？虚芸城にお住まいのはずじゃ。こいつら話が通じるみたいだけど、さっきのゾンビとは違うのか？そっちのあなたたちはゾンビでも幽霊でもないみたいだけど、どこの人たちなの？私たちはランドソルから来た冒険者よ。ランドソル？聞き覚えがあるようなないような。頭が。それにそっちの坊主の顔、なんか見たことがあるようなないような。頭が。大丈夫？すみません、頭が傷んでるみたいでうまく思い出せなくて。はは、なるほど。この人たちってつまり NPC ってわけだ。ランドソルで NPC をしていて、魔物とかカイザーインサイトとかに殺されて、で記憶をなくして、今このジオニブルヘルでゾンビをしてると。データってのは削除してもそう簡単に消えるわけじゃないからね。ゴミ箱の中は空っぽになってても上書きされてない限り意外とサルベージできるし。オクト？
どうしたんだ、さっきから黙りこくって。あ、お前また一人で抜け駆けしようとか考えてるんじゃないだろうな。もう信用ないな。ただこのゾンビの人たちのことを考えてただけだって。あとちょっと霧が濃くなってきたかなって。本当ですわ。いつの間にかこんなにも深く濃い霧が。この世界の人たちの前で言うのもなんだけど、すごく不気味ね。いかにも何か出てきそう。そうなんですよ。俺らも実はそれで困ってやして。どうか力を貸してくださいませんか、姫様。この霧おかしいんですよ。いくら歩き回っても全然出れなくって。なるほど。皆様が狼狽したご様子だったのはそれが原因だったのですね。狼狽してあんなうなり声を上げていたのね。紛らわしい。出れない霧ってこと？それが本当なら僕たちももう巻き込まれちゃってるね。めんどくさいな。すみません。それだけじゃなくてここからが本題なんですが。この霧の中には出るんですよ。出るって何が？それはもうこの世のものとも思えない恐ろしい連中が。言ってるそばから。ふむ。この度増えたお知り合いの女性はおそらく3名。しかしすぐに別れ、その後魔物か何かに遭遇した可能性が。コッコロさんのそのマジックアイテムすごいんですね。そこまで正確にお兄さんの出会った人がわかるなんて。いえ、どうやら相当の距離があるようなので、精度につきましてはせいぜい下駄で天気を占う程度のものでございます。ですがこちらでもあちらでも私は主様のガイドですので、この程度の反応からでも予測を立てることはできるのです。そうなんですか。私にはうるさくなってるだけにしか聞こえないんだけど。ところでコッコロさん、そのカウンターってどれくらいの間。お兄さんにお知り合いが増えてからどれくらいの間鳴ってるんですかって聞こうと思ったんですけど。止まってしまいましたね。ですが大丈夫でございます。おおよその方角は分かっておりますし、何より少し待てばまた鳴り出すことかと思われます。そう、主様にお知り合いが増えれば。そうです。改めて見るとジオニブルヘルってちょっと不気味なところですよね。当然ですけど、ジオゲヘナともジオテオゴニアともすっかり雰囲気が違いますし、ひんやりしていて薄暗くて。はい、ゾンビたちは振り切れたようですが、どのような魔物が現れるかも分かりません。ここが本当に冥界みたいな世界だとするなら、ゾンビ以外に出てきそうな魔物ってスケルトンとか幽霊とか。どちらもあまり出会いたいものではありませんね。アンデッドと戦う時は
他の魔物と戦う時とは違う勇気を振り絞らなくてはなりませんので。やっぱりコッコロさんもそうなんですね。私もやっぱり幽霊とかはあんまり得意じゃないかもです。魔物だって分かってたとしても、こう背筋がゾクゾクと。聞こえましたか、コッコロさん。いえ、ではなく、はい、まるで底知れぬ悲しみに暮れる怨念のような声が。敵意はないようでございますが、逆にその方が恐ろしく感じられますね。敵だったらこっちから反撃もできますもんね。でもそうじゃないなら。はい、ここは逃げるのが得策でございます。逃がさない。どうしたのですか、コッコロ氏、それにクリア氏。まるで幽霊にでもあったかのようなあられもない悲鳴を上げて。グレイスさん、驚かさないでくださいよ、グレイスさん。心臓が止まっちゃうかと思いました。はい、全くもって堂に入ったお芝居でございました。ですが少々やりすぎなのではないでしょうか。失礼。心臓が止まらなくて幸いでした。それにやりすぎと言われるのは心外です。私は今とても悲しんでいるところでしたから。そうなんですか？そのような表情にはとても見えませんが。疑ってますね、コッコロ氏。ベリーサッド。グレイスちゃん、とても悲しいです。ただでさえバイオレット姫をお守りできず離れ離れになってしまった己の至らなさを嘆いている最中だったというのに、しくしく。グレイスさん。大変失礼いたしました。私も主様と離れ離れとなり忸怩たる気持ちでございます。グレイス様の心中お察しいたします。バイオレットさん、あんまり戦うのとか向いてそうじゃないですし、早く合流しなくちゃですね。もちろんお兄さんや皆さんともですけど。お気遣い感謝します、クリア氏、コッコロ氏。まあ言うてジモティーですし、それにああ見えてうちのプリンセスめっちゃ体頑丈なので、よほどのことがない限りなんとかなるかと思いますが。呆れた。シュバリエとしての自覚が足りないのではないかしら、グレイス。ちょっとぶりね、リーザ。グレイス、お帰りなさいと言うべきかしら。それからそちらは新しいお友達かしら。はじめまして。私主様の従者のコッコロと申します。ランドソルっていう世界の冒険者のクリアです。あなたはコッコロさんと同じエルフの。
私はリーザ、ダークエルフのリーザ・ベーダです。グレイスとはまあ同僚みたいなものね。ダークエルフ。そんなに珍しいかしら。でもお互い様ね。私も生きているエルフなんて初めて見たわ。それに大した違いはないですよ。あなたたちエルフたちは主に精霊の力を刺激するらしいけど、こちらは主に呪いや怨霊の力を使うだけ。こんな風にね。今のは警告。妙な動きはしないでね。次は必ず当てるから。魔法の矢、わざと外してくださったようですが、相当な技量と機敏さでございます。冗談とか脅しとかでもないみたいですね。本当に撃ってきそうです、この人。リーザ、彼女たちはバイオレット姫の客人よ。手出しは許されないわ。あら、そうだったらグレイス、そのバイオレット姫は今どちらに？お散歩中よ。あなたが思うよりもアグレッシブだから、あのお姫様。確かにそうかもね。今回だってあなたとたった2人で外の世界に飛び出すなんて思わなかったもの。それに帰ってきたと思ったら異世界から何人もお友達を連れてくるだなんてね。コッコロちゃんにクリアちゃんだったかしら。悪いけどあなたたちのこと拘束させてもらうわ。リーザ、さっきも言った通り。グレイス、あなたが知らないのも無理はないけれど、ここ最近このジオニブルヘルはよその世界の人たちにいろいろ荒らされてしまってるの。だから疑わしきはとりあえずってね。あ、それからバイオレット姫が散歩からお戻りになるのはいつ頃かしら。私のクーシーは姫の匂いをまるで感じられていないみたいだけど。まあはしたない。女性の体臭をどうこう言うなんて失礼よ。それにリーザ、あなたが知らないのも無理はないけれど、姫だって異世界での冒険で少しは成長しているのだから、過剰な心配は不要だわ。あくまで白を切るというのね。そちらのお嬢さんたちと何か結託でもしているのかしら。リーザさん、私たち怪しいものじゃありませんから。はい、誓ってこのジオニブルヘルの皆様に危害を加えるつもりなどございません。綺麗な目ね、あなたたち。その瞳とその言葉を素直に信じられたらよかったんだけど、あいにくそんなのが何かの保証になった試しはないのよね。大変申し訳ありませんが、私たちは主様たちと合流しお助けせねばなりません。クリア様。はい、すみませんが、ここで囚われの身になるわけにはいかないです。ああ、言ったよね。妙な動きをしないでって。デック・アルブー、デック・アルブー。許したまえ、怪我したまえ、殺めたまえ。カース・アロー。
風の精霊よ。精霊が消され、グレイスさん、コッコロさん、大丈夫ですか？私は大丈夫です。グレイス様がかばってくれなければ危ないところでした。私もへっちゃらです。と言ったら少々強がりですが、私でなかったら命を奪われていたことでしょう。やっぱり呪いの矢は悪霊には相性悪いわね。生きている相手や精霊には強いのだけど。守りのために刺激しようとした風の精霊が消えてしまったのは矢の魔力によるものということでしょうか。コッコロさんもグレイスさんも私の後ろに。私の盾なら呪いの矢だって防げるはずです。もともと呪われてるのも当然のような力ですし。いいえ、クリア氏、コッコロ氏も手出しはご無用です。グレイス様。リーザは世もつヘグイに席を持つ者。わかりやすく言えばこの世界における権力者の一人です。下手に手を出したら厄介なことになるでしょう、いろいろと。なのでここは私にお任せを。私と彼女の関係ならただの喧嘩で済みますので。でもグレイスさん。クリア様、ここはひとまずグレイス様にお預けいたしましょう。私たちはまだこの世界や人々のことを何も知りませんので。はい。もうグレイス、邪魔をしないでもらえるかしら。相性が良くないからといって倒す手段がないってわけじゃないのよ。私も気乗りはしないけれどね。どうやらそっちも引き下がってくれないようだし。あと悪霊と言われて傷ついたので。遠距離戦はあちらのお箱。動きを止めたらカモ打ちになってしまう。ならレイス相手にカースアローは効き目が薄いとなると正攻法で行くしかないけれど、初段を外せばつがえる時間を狙われる。それにあっちは槍の間合いで戦いたいはず。なら間合いを詰めた。お互いに相手のことはよく知っているようですね。勝負。合格。グレイスさんは
ちょっと休憩。ずいぶん肩が凝っているみたいね、リーザ。手伝うわ、ストレッチ。グレイス、騙し討ちの上にサブミッションなんて、これもシュバリエの戦法なのかしら。ええ、まあ本当に命を取り合うわけにもいかないしね。そっちには取られる命もないくせによく言うわね。最初の矢で受けた傷口をえぐるとはなかなかダーティーね。ダークエルフだけあって。そっちこそ本当に嫌な人ね、相変わらず。仕切り直しになったんでしょうか。そのようですね。両者の実力は拮抗している様子でございます。コッコロシ、クリアし、ここは退却です。脇腹の傷が痛むので、このままでは死んでしまいます。もう死んでますけど。カモン、ブロッケン。馬の幽霊？ブロッケン号です、吉名に。3人乗りは窮屈ですが、重量には問題ないでしょう。逃がすと思うの、グレイス。ええ、リーザ。えぐられた傷が痛むのは本当ですし、それにあなたも関節を痛めた腕じゃ追撃の弓はうまく引けないでしょう。この借りは返すからね。ええ、お互いに。では覚えてろ。犬での追跡もないようですね。もう大丈夫そうですよ、コッコロシ、クリアし。ありがとうございます、グレイスさん。それに馬の幽霊って私初めて乗りました。乗り心地は悪くないでしょ。はい、幽霊に触れるというのは奇妙な感覚ですが、それにブロッケンさんの飼い主のグレイスさんも幽霊なんですね。明かすのが遅くなって申し訳ありません。迂闊に正体をばらしてしまうと驚かす時の新鮮味が、いえ、皆さんに余計な恐れを抱かせてしまうので。たとえ幽霊でもグレイス様が善良な方であるということは、私もクリア様も十分に理解しております。ですが、さっきはどうして急に逃げることにしたんですか？それにリーザさんの方もあえて見逃してくれたような気が。実は傷口に指を突っ込まれた時、ついでにこんなものも突っ込まれまして。それは紙ですか？何か書いてあるみたいですけど。はい、バイオレット姫の行方ですね。リーザの様子から彼女がバイオレット姫の行方を掴んでいることは分かっていました。そうでないならもう少しくらい焦りを見せたはずですから。ではリーザ様は何か事情があってバイオレット姫の行方を口にすることができず、あえて戦うことでそのメモを渡すようにしたと。おそらくは私と姫が留守にしている間に
ずいぶん厄介な状況になってしまったようですね。でもそれならそんな状況になってもバイオレットさんの行方を教えようとしてくれたリーザさんは親切でいい人なんでしょうか。こう言ってはなんですが、あまり気を許さない方がいいですよ。彼女は利己主義者。このメモだって私への親切なんかじゃなくて、巡り巡って自分の利益になると思って渡したはずですから。さて、私はこれからこのメモに従ってバイオレット姫を探しに行きますが。私たちもご一緒させてください。どうやら行く先は主様のお知り合いカウンターが最後に示した方角と同じ模様でございますから。お知り合いカウンター？何それ、詳しく。その前にグレイスさんとリーザさんっていう人はお友達なんですか？いいえ、ただ昔あることをめぐって競い合った因縁があるだけです。あること？それは。はい、バイオレット姫のシュバリエの座をです。出た！これって魔物の幽霊なのか？助けてくれ！なんかシュールな絵面だね。ゾンビが幽霊に怯えてるのってさ。オクトー様、そのようなことをおっしゃっている場合では。ウラメシアリア充ウラメシア。あなた大丈夫？食い物にされたウラメ。シェフィー様、ノエム様。今のって私が凍らせたり食べたりした巨大ダンです。化けて出てきちゃったの？結構強いぞこの幽霊たち。ランドソルの方でやられた恨みをぶつけてきてる感じか？ランドソルの恨みをぶつける？そのような幽霊は聞いたことがありませんが。聞いたことがないって、僕たちみたいに違う世界から生きたまま来た人については例がなかったとかじゃないの？現に僕らはこうしてターゲットになってるみたいだし。そういえばバイオレット姫のお客人さんたちに幽霊が集中して私たちにはあんまり来てないかも。ラッキー。こら私たちに押し付けるな。でもこの魔物たちが本当にランドソルで倒された魔物の幽霊なら、私たちの中で一番恨みを買ってそうなのは。恨み荒さで奥ですか。まあそうなるわよね。
じゃなくてさせないわ。幽霊なんかに大悪党様が負けるか。物理的な攻撃が当たりにくい以外は生前と同じかな。ならなんとかなりそうだねと。この人たちすごい強い。当たり前だろ。こら調子乗らないの。それに多分まだ終わりじゃないよ。霧の原因も気になるし。そうなんすよ、へそ出しの旦那。私たちを追い回していたしつこくておかしな幽霊がまだ姿を見せてないんです。こいつらのボスってことかしら。それなら油断はできないわね。許さんぞ。噂をすればこの声。許さんぞプリンセスユースティアナども。誰だっけこいつ。ペコリーヌさんに仕えていたゴーシン議長だっけ。確か最後に見たのは。クズどもが何人集まろうと我が輩の拳で粉砕してくれるわ。貴様らの力など我が輩の野望の前には無力と知れ。さあみんな、光と闇、今こそ力を合わせる時だ。愛と希望のために。確か終焉の巨神の体内でソルオーブをめぐって戦っていた時だったかしら。なあ、いたかもしれないな、そんなやつ。完璧に忘れてたぞ。あの時は半分魔物みたいになってたゴーシンさんをみんなでやっつけて、その後は再々構築に巻き込まれたのかと思ってたけど。半分魔物。そっか。だから普通のロストじゃなくて魔物の幽霊たちと一緒に出てきたのかもしれないね。何を冷静に分析しておるか。ここであったが100年目。今度こそ貴様らをゴーストゴーシンアルティメットナックのサビにしてくれるわ。バイオレットさん、ゾンビのみんなもちょっと離れてて。見かけはともかくパワーアップした後は結構強かった気がするわ、この人。はい、姫様、こちらに。ああ、姫だと。恨み骨髄。姫やプリンセスなどはすべからく我が輩の敵である。許してはおけるぞ。決して許さぬぞ。すごい怨念の力だわ。ペコリーヌさんへの逆恨みがこんなにも強く。このスケベ親父め、お前こそ私の剣のサビにしてやる。天狼破断剣。まだみたいだね。
者めが、この我が輩がそう何度もやられると思ったか。こいつ増えたぞ。これぞ新必殺インフィニット高振動ペルゲンガーよ。ただでさえ強力無比な我が輩が多重に増えた今となっては、まさにあまねく世界全てを掌握するキングの大同盟である。つまり分身みたいなもんか。ネネカみたいなことしやがってこいつ。しかも他の幽霊たちの魔力を吸収したみたいだね。やっつけるたんびに増えられたんじゃちょっと面倒かも。というか数が増えたせいでバイオレットさんを守りきれない。さあ行くぞ。あなたバイオレットさんにも強化を。そうすれば少しは抵抗できるはずだから。これはキス様から何らかのお力をいただいている。ですが世界をプリンセスどもが支配するなど間違っておる。ランドソルもこのジオニブルヘも我が輩のものになるべきなのだ。手始めに貴様を放り散らかしてやるわ。戦わなくては。私自身でそう思うのに足がすくんで、それに王家の装備の使い方を誤れば私は好きなだけである貴様。ドッペルゴーシンマシンガンナック。あんなに殴られたら骨も内臓もひどいことになっちゃったんじゃ。勝ったジオニブルヘルカンナク。次は貴様らの番であるぞ。ユースティアナの後代ども。こいつら調子に乗りやがって。待てノエム、お姫様まだ生きてるっていうか。再生してる？まさか。何？我が輩の拳はあれほど浴びてなんとしぶとい。だが今とどめをくれてやるわ。させません。よくもスミレを。手だと。クリアさん、グレイスさん、それに主様、私に力を。オーロラサンクチュアリ。なんだこれは。どうしたことだ。我が輩たちの力が弱まっていくだと。チャンスだ。合わせろオクト。めんどくさいって言いたいとこだけど、僕も結構ムカついちゃったし、久々に本気で行こっかノエム。
やるぞ天狼総人劇。なぜだ。無敵の王の群れと化した我が輩が再び敗れるなど。お前みたいな小悪党がいくら増えたってな。本物の大悪党たちに勝てるわけないよねってところかな。最後までイチャつきよって許すまじ許す。とどめです。ではせっかく復活したのに。遅くなって申し訳ありません、姫。グレイス、それに皆様、助けていただいてありがとうございます。うわ、お前あんなボコボコにされたのにもう平気なのか。回復魔法とか使った風には見えないのに。ああ、ノエム、彼女は多分。俺らと同じっすね、姫様も。ゾンビ？コッコロさん、クリエさん、この人たちは大丈夫だから。むしろただの被害者よ。そうなんですか？それにそちらにいらっしゃるのはノエム様にオクトー様でございますね。ご無沙汰しております。よう、ご主人様と合流できてよかったな、お前。はい。ですがまだこれからペコリーヌ様やキャル様たちをお探ししなくてはなりませんが。リリちゃんやプレシアちゃん、ハッピーちゃんにおにぎりちゃんもですね。みんな無事だといいんですけど。急いで探しに行きましょう。霧も晴れたみたいだしね。ほんとだ、霧がなくなってる。幽霊たちを倒したからかな。あの霧の原因とか、幽霊たちが現れた原因とか、もしかしたらゴーシン議長の怨念のせいかもって思ったけど、どうも違うみたいだね。ついでに僕のバックアップからの復活が中途半端に失敗した理由とかも分からずじまいか。ああ、なんか嫌な予感。オクト？邪魔だった霧も晴れたことだし、そっちのゾンビのみんな安全な場所を知ってたら案内してくれない？護衛はするからさ、僕とノエムが。それは構いませんけど。オクトーさんたち行っちゃうの？だってさ、また次の魔物の幽霊たちが出てくるとして、一番狙われそうなやつと一緒にいるのは得策じゃないかなって。あとさっき言ったと思うけど、僕たちはこれからランドソルに戻るつもりでさ、戻ってやらなきゃいけないことがあるからね、ノエム。分かってるよ、ミネルヴァ探しな。ま、お前たちの方はもう人で足りてるだろうし、この辺でお別れかな。あんまり慣れ合うのも悪党らしくないからな。貸しにしといてやるから、そのうち返しに来いよな。あ、それとバイオレット、お前さ、悪いやつに凄まれたら怖くてもちゃんと殴り返さなくっちゃダメだぞ。仲間がいない時だってあるんだし、最後に自分を守るのは自分しかいないんだからな。
はい、心に刻みます。それじゃまたねお世話になりました。ノエム様、ミネルヴァ様のことよろしくお願いいたします。なあ、任せとけ。じゃあな。行っちゃったわね。また会えるといいんだけど。私たちも長いは無用ですが、大丈夫ですか、姫。ええ、グレイス。ペコリーヌ姫たちを探しに行きましょう。ペコリーヌさんやプレシアちゃん、お腹が空いて行き倒れちゃってるかもですしね。いやはや、まあこんなところとは思っていたが、あの程度のゴーストデータでは相手にもならないか。さて、どのように彼らをご案内しようかな。ビヨンズエンプレスも待ち焦がれていることだしね。よし、腕はこんなところかな。おいで、クー。餌をあげるから。グレイス、私にあんな技をかけるなんて許さないんだから。姫が安全に城に戻れるようにあの場は我慢したけれど、必ずこの落とし前はつけてあげるわ。覚えてなさい。その様子ではプリンセスユースティアナ一味の捕獲に失敗したようですね。三魔貴族のリーサ。ごめんなさいね、身内に邪魔されたものだから。事情はともかく、この前に言ったように急がなくてはなりません。彼女たちは非常に危険で有害な存在ですから。この世界、ジオニブルヘルにとっても、あなたたちのプリンセスにとっても、そして私にとっても。利害は一致してるって言いたいんでしょ？ええ、分かっているわ。あなたがこの世界を守ろうとしてくれているのはね。ありがとうございます。良い関係を築くことができてとても嬉しいです。その言葉が信用できるならよかったんだけどね。まあしばらくはこのまま腹芸を続けるしかないかしら。頼りないうちのお姫様を鍛えるにはこれくらいの荒療治が必要だし。それでもダメそうなら。では引き続きよろしくお願いします。ああ、そうそう。あなたのお仲間、雪女と鬼の娘は優秀ですね。こちらの依頼をきちんと遂行して、私たちの敵の一部を捕らえたようですよ。目印もオアシスも美味しそうな魔物も何にもないです。この砂漠広すぎです。はい、まさに空空バクバク広大無辺でございます。砂が細かくて大変歩きにくいですし、しかも今まさに空中の裂け目から砂が降ってきております。このような光景は過分にして存じ上げません。そうですね。エルピス島の砂漠も
暑くて広くて大変でしたけど、ここは寒くて食べ物が少なくて本当に大変です。それにリリちゃん、気づいてますか？この砂漠の砂みたいなの全部骨ですよ。本当なのですか、ペコリーヌ様？はい、とっても細かく砕かれちゃってるので、獣のものか人間のものか魔物のものか、あるいは全部が混ざったものかわかりませんけどね。でもこれで一つ問題が解決しましたね。どのような問題かでしょうか？お腹が空いたらこの骨を食べればいいんです。そうすれば当分上をしのげますよ。いけません。カルシウムの取りすぎでお腹を壊してしまいます。大丈夫ですって、死んじゃうよりずっとマシです。って言ってたらもうお腹ペコペコで我慢できなくなってきました。水も残り少ないので不安ですけど、一口くらいなら。お待ちください、ペコリーヌ様。空腹なのは私も同じですが。揃いも揃ってずいぶん品のねえ音聞かせやがる。異世界から来た姫ってのはてめえだな。そうですけど、俺の棒っ切れが用があるっつんでな。ちっと面貸してくんな。この方はわかりませんけど敵全開って感じですね。お腹はペコペコですけど頑張りましょう、リリちゃん。行くぜ。やばいわね、お腹すいた。あがんな。ありがとうございます。腹すかした娘っ子をひっぱたくなんざ俺の趣味じゃないんでね。リーザ、わら領事でお姫を鍛えるとか抜かしてやがったわ。本気なら俺も反対じゃねえが、どうにも気なくせ。フレイヤってのも含めてな。だから俺は俺でやらせてもらうぜ。すみません、おかわりいいですか？よろしければ私も。やれやれ、困った嬢ちゃんたちだぜ。
一緒に闇の帳の落ちる世に響く亡者の笑い声。四分五列を逃げ延びて向かうはクジラの腹の中。次回プリンセスコネクトリダイブ第3部11章侵食する正義。もう一度君とつながる物語。この次もサービスしますよ騎士氏。わーい、お疲れ別にのほほんとしたジオテオゴニアからお祭り騒ぎみたいなジオゲヘナと来て、今度は冷たくて暗いジオニブルヘルで寒暖差で風邪ひいたってことにしといてトリマ。んじゃおさらい。うっさいバカ。そんで覚えてる？いやあんたのことだから忘れてるか。今のレジェンド・オブ・アストルムにダイブするために負った3つのペナルティの話。1つ目はブリフォが使えなかったこと。これはミネルヴァの端末で発言のきっかけになったあの子。シェフィーちゃんが帰ってきたことで解決したけど、あの子大事にしてあげなさいよ。クイーンラビリンスの蘇生魔法も今はあの子の中にあんだから。正確には怪盗プログラムだっけ？でもって2つ目、とっても大事な例のあれ、認識の修正。はい、ポンコツ生徒のあんた、ここでおさらい。認識の修正はどうして大事なんでしょうか？ちょっともう、なんでだっけじゃねえっての。テストの時は何でもいいから空欄埋めろって教わらなかった？とにしょうがないわね。脳みそ0ビットのあんたのためにティア先生がもう一回おさらいしてあげる。感謝しなさいよ。管理者不在になった今のこのレジェンド・オブ・アストルムがかろうじて形を保ってるのはスーパーストラクチャー。みんなの無意識が同じ夢を見てるかららしくてさ。要するに昨日まではこうだったから今日もこうだよねって思い込みが仮想空間を維持してるってこと。当たり前だけどミネルヴァとかがいた頃よりめっちゃ脆いのよね。セブンクラウンズみたいなチートな人狼が本気出したらビューって吹っ飛ぶ程度の藁の家って感じ？そうね。今の世界に違和感を持つ人が増えれば増えるほど予期せぬエラーが発生しちゃう確率が上がるって言えばわかる？例えば開発環境や検証環境、ジオゲヘナみたいな裏世界やシミュレーション領域とつながっちゃったのもその影響なんじゃない？知らんけど。そんなわけだからあんたたちはうかつに世界の真実を口にできない。ここまでが2つ目のペナルティ。まあこれ以上バグまみれになったら
ロストしたユーザー助けるどころじゃなくなるかもだしね。ただでさえまともなメンテなしで2回もリビルドしてるしさ。3つ目、あんたたちも分かってるだろうけど、最後のペナルティはログアウトの禁止よ。これにはあんたたちがログインした最大の目的、今のジオニブルヘルでの冒険が関わってるわけだけど、そろそろ時間切れみたい。じゃまたね。何度も言っててあれだけど、警察には気をつけるのよ、お互いにね。くそ。おい、ユースティアナどもは見つかったか？まだです。あのガキどもどこ行きやがった。くそ、街中の監視カメラが使えりゃ一発だってのに。隊長、噂じゃセブンクラウンズ千里マナのせいで民間のサーバーが介在するネットワーク機器は当てにならないって本当なんですか？ああ、本部にも大規模なハッキングをかけられたらしい。八戸上局長とグルーヌイ上級捜査官がいなけりゃ丸ごと乗っ取られてたって話だ。東道財閥からも圧力をかけられているし、動きにくいったらありゃしないっすね。まったくだ。元王女だかなんだか知らんが、犯罪者はとっとと捕まえて叱るべき処罰をしてやらねえとな。隊長、確か息子さんが。なあ、ゲームにはまって抜け出せなくなるとか、バカな息子だよ。たく、懲役は終わったってのに、あいつは未だ昏睡から目覚めてない。八つ当たりだとしても、スポンサーだったっていう王女を目の前にしたら 2,3 発ぶん殴っちまいそうだぜ。それで訴えられたって情状酌量ってやつっすよ。本部から連絡です。俺が出る。やあ、エージェント諸君、次の指令だ。ねえコロスケ、アスファンなんとかってそのエアバイク、充電どんな感じ？申し訳ありません。太陽光では時間がかかり、まだ3割といったところでございますね。急速充電の可能なステーションを利用できればよかったのですが、人目がつくところは見張られてるかもですし、しょうがないですよ。秋野さんのところにずっと隠れてるわけにもいかないですし。そうね、今は明日なんとかの充電待つしかないか。この車両の名はアスファロスアング。古の言葉で鉄の馬という意味だそうです。もちろん車輪も蹄もついてはいませんが、水力を操作して空を飛んじゃうなんて本当にすごい技術ですよね。さすがはコッコロちゃんのお父さんです。それにあんたが乗ってたっていう飛行船、テーセウス号とか言ったっけ？アキラやトゥインクルウィッシュの連中が無事なのは良かったけどさ、海に潜れて衛星軌道に上がれる船なんてオーバーテクノロジーもいいとこじゃない？まあそのバイク作ったコロスケの親父が噛んでるってなら納得するしかないけど。オーバーテクノロジーっていうなら、ミミとかレジェンド・オブ・アストレムの根幹技術もやばいですよね。
セブンクラウンズってこっちでもあっちでも本当にすごいです。そうね。あとコロスケのその格好もすごいわよね。あんたもっと隅っこに隠れときなさいよ。目立つったりありゃしないわ。キャル様、やはりその点を突っ込みなさらずにはいられないのですね。一度はスルーしていただけたかと思ったのですが。ありがとうございます、主様。やはり主様の審美眼はさすがでございます。ちょっと私がセンスないみたいな言い方するのやめろっての。マイクテスト、マイクテスト。楽しいおしゃべりの最中に失礼するよ。プリンセス・ユースティアナと仲間の方々。今の声どこからですか？ハッキング。誰よあんた。てか失礼すんじゃないわよ。アシャンテ、私は国際警察の捜査官グルーヌイ。ああ、もちろんコードネームだが。君たちが世話になった捜査官ロランドは私の部下だ。ウォーロック、八戸上局長さんの部下ってことですか？なら中間管理職ってわけ？要件があるならさっさと言いなさいよ。いや何、要件というほどでもないんだが、いい機会なので自己紹介も兼ねて君たちを通じ少々礼を言わせてもらおうと思ってね。礼？ああ、この通信を傍受しているであろうセブンクラウンズに。セブンクラウンズたちにかもしれないが、私は幼い頃からサブカルチャーというものに目がなくてね。アニメに漫画、模型に音楽、そしてもちろんゲーム。特にジャポネーゼの創作物には大変お世話になったものだ。レジェンド・オブ・アストルムこそその集大成と言っていい。私ももちろん愛好家だった。幸運なことに、いや私にとっては不幸なことに懲役に巻き込まれることはなかったが、そんな素晴らしいゲームを作ってくれたセブンクラウンズたちにぜひ感謝を伝えたくてね。残念ながら千里マナは聞く耳を持ってくれそうになかったが。陛下があんたなんかの言葉聞くかっての。貴重なご意見ありがとうございます。機会があればお父様やアキラ様にお伝えしたいと思います。ですが、どうして今この場でそんな話を？まさか。なかなかに理解が早い。すまないなロランド、あまり時間を稼げなかったようだ。うっす、包囲はあらかた済んだところです。助かりました。ここは俺たちに任せてください、ローランド捜査官。ドローンの自爆を受けた後、病院じゃスタンガンと麻痺毒を食らったそうですし。問題ないです。この程度で値を上げるような鍛え方はしていないので。このゴリラまた来たの？しかも下っ端たちに銃まで持たせて。女子供と侮るわけにもいかない。そちらはグレートガイダンスやクイーンラビリンスらの支援を受けているのだから。その通りよ。コロスケ。はい、アスパロス・アング緊急発進します。あなた捕まってください。エクセレント。それが車崎捜査官のレポートにあった飛行バイクか。ぜひサンプルの捕獲を頼むロランド。了解。どいてくださいませ。
このバイクは急な方向転換が真正面から引いてしまいました。しょうがないですよ、コッコロちゃん。飛び出してくる方が悪いんです。そうこのゴリラ病院じゃ散々暴れてくれたんだし、ざまあみろって感じよ。それにあんた免許持ってないし無免許ラスケなんだしさ。コッコロちゃん、バイクが止まっちゃいましたよ。はい、ですがなぜ。行かせるものか。なんという筋力なのですか。アスパロスアングの上昇を食い止めるとは。それどころか機体がミシミシいっちゃってますよ。嘘でしょ。大型トラックにぶつけてもへこみの一つだってつかなかったのに。言っただろ、鍛えてるってな。話してください、ロランドさん。私たち行かなくちゃいけないんです。逃げてどうなる。お前の国はもうないんだぞ。分かってます。でも私たちはもう一度アストルムに行って、まだログアウトできてないみんなを助けるんです。子供のくせにバカなことを。そんなものは俺たち大人に任せておけばいい。あの危険なゲームに再びダイブしようなど狂気の沙汰だ。確かに危険なのは間違いありません。組織としてはあなたたちの方がずっと上なのも間違いないと思います。でもさっきのグルーヌイさん、時間稼ぎのおしゃべりでセブンクラウンズに感謝を伝えたいみたいなことを言ってました。でもそれならネネカさんの名前が出なかったのはどうしてですか。まさきさん、ネネカさんは司法取引に応じたって言ったのに。セブンクラウンズの人たちや美月さんたちも巻き込んで強引な手を取ろうとするあなたたちのことを私は信用なんてできません。ちょっとコロスケ、これ以上出力上げらんないの。バッテリーが心もとないですが仕方ありません。全力全開でございます。さっきの衝突であばらに何本かひびが入ったか。だがこの程度で。ああ、日本支部エージェントの諸君、何か手はないか。ロランドを助けてやってくれ。隊長、どうします。撃て、機関部を狙え。あのバイクを破壊しろ。了解。あいつら本当に撃ったわよ。バカ野郎、やめろ。バイクの発生させる力場で弾道がそれてやがる。これじゃあ子供たちに当たっちまうぞ。主様、危ない。チッ。ローランド捜査官、車線に入るなんて。コロスケ、しっかりしてよ。心臓のところに思い切り弾が。この人殺し。抵抗するからそうなったんだ。ローランド捜査官、大丈夫ですか。エージェント諸君、
ロランド捜査官は証拠刑を数発もらったところで死にはしない。まずは被疑者の確保が先決だ。了解です。覚悟しろ、プリンセス・ユースティアナ。息子の仇だ。陛下、危ない。誰ですか？ご安心を。あなたの味方です。その仮面、トラタイガーだと？ふざけやがって。合気道か。かなりのレベルだ。それに三熊流奥義アシラ。どう？市内といえど急所を直撃されたら効くでしょ。このガキ！バンブーブレードの剣道ガールまでご登場とは。いやはや、なんとファンタスティックな国か。ジュンだけじゃなくトムまで。どうして？ジュンさんの連絡先に匿名の人から君たちの現在地が送られてね、急いで駆けつけたってわけさ。こういういたずらめいたやり方で連絡をしてくる知り合いは誉ちゃんくらいしか心当たりがないけれど、確信はないから黙っておこう。私とともちゃんはそんな感じかな。そっちの子はどうだかわからないけれどね。何を言ってる。こっちには銃があるんだ。動くんじゃない。かやちゃん？殴れた。殴っちゃった。こっちで。くそ！全員で囲め！ロランド、動けるならグレートガイダンスの娘を抑えろ。捕まってください。主様、キャル様、ペコリーヌ様。置いてかないで先輩。ジュンさん、追いかけよう。うん。すごいな。空を駆けるバイクか。セシペル。またエネルギーが切れてしまいましたね。国際警察たちはどうにか振り切れた模様ですが。というかコロスケ、あんたなんで平気なの？その胸の穴貫通してるわよね。よく見たら全然血も出てないみたいですし。ご心配をおかけして申し訳ありません皆様。平気とは言い難いですが、幸い中枢回路への被弾は避けられましたので。中枢回路ってココロちゃんロボットだったんですか？擬態という技術でございます。この体は人体に似せることに特化した機械の体なのです。はあ？まさかそれもあんたの親父さんの技術ってわけ？てかそれじゃああんたのやっと追いついた。無事みたいだね、みんな。切り抜けられて本当によかった。ジュンさん
なんですよね。また会えて嬉しいです。はい、私も再会できて大変嬉しく思います、陛下。もうジュンさんってば、こっちではナイトメアなんてないんだから、そんな進化みたいに改まらなくっても。おっと、いけない。どうもまだこちらとあちらの区別が曖昧になることがあってね。私たちあっちでは一緒に国を支えてましたし、いろいろすごい経験をしてきましたからね。そうですね。大変なことが本当にたくさんありました。ですが振り返ってみれば、公務員というのも悪くなかったなと。ジュンさん？先輩。あの黒服連中、怪我人以外は先輩たちを追いかけようとしてたけど、私たちも先輩たちを追いかけるついでにそいつらを軽くのしてやったよ。兄貴に比べたら全然大したことなかった。リーダーっぽい大きい人が追跡に加わってたらこううまくいかなかったかもだけどね。でもかやちゃん、私はこちらとあちらが曖昧になりがちだけど、君は違うみたいだね。あちらの君と比べて拳にキレがなかった。いや、責めるわけじゃないよ。でもこちらの君は随分心が優しいみたいだ。そうなの？確かに髪型は全然違うけど。ゲームの中はともかく、現実で相手を傷つけるのは怖いとかですか？そんなところかな。優しいって言われるとちょっと恥ずかしいけどね。他人を傷つけたくないという気持ちは尊いものだけど、今回の場合は君が罪悪感を持つ必要はないよ。そうそう、カヤさんが助けてくれなかったらみんなが危なかったんだ。うちの祖父も誰のために剣を振るうかが大事って言ってたし。ならよかったかな。それにこっちに戻ったの急だったし、世間じゃ騒ぎになってるはずなのにネットとかは妙に静かで、なんかすっきりしなくてさ。あと春崎や祈りのやつとも連絡つかないし。そうなんだ。こっちもまつりちゃんと連絡がつかないんだよね。ジュンさんはすぐ返事くれたけど。まつりちゃん、ログアウトに失敗してしまったとかじゃなければいいんだけど。カヤ様、祈り様のことは分かりませんが、日和様ならば私こちらでお会いしましたよ。そうなんだ。私も会いたいな。今どこにいるの？はい、ゆい様たちと共にお空の上でございます。空の上？てかコロスケ、あんたの擬態じゃない本当の体はその日和たちのいる飛行船の中にあるのよね？いえ、私の本当の体が置かれている場所は高度3000メートルに滞留するテーセウス号よりもさらに上でございます。やれやれ、王女たちの追跡は振り出しか。これでは始末書が増えてしまうな。ただでさえ千里マナに一杯食わされたばかりだというのに。ロランド、怪我の具合は？うっす。弾の摘出は済んでます。少し引き継ぎますが、どうってことはありません。そうか。
しかし無理はしなくていい。君の肉体は超人級だが限界はあるのだから。いや、ですが。失点を取り返したい気持ちはわかる。それにもう少しはその肉体に頼らせてもらうとも。だが局面は変化する。我々はあらゆる状況に対処できるよう準備しなくてはならない。上級捜査官、それってつまり。ああ、場合によってはこの先肉体を使わない戦場に飛び込まなくてはならない可能性もあるということだ。プリンセス会議じゃなくてシュバリエ会議ですか？ザッツライト。プリンセスに仕える使命を持つシュバリエ仲間として親睦を図っておくのも今後のためかと思いまして、本日はようこそお集まりくださいました。騎士氏、クローチェ氏、モネ氏。なるほど。確かに私たち同じお仕事をしてるってこと以外お互いのことをまだよく知らないですもんね。シュバリエ会議、とってもいいアイデアだと思います。そうでしょう、そうでしょう。では早速世俗に詳しい騎士氏からアドバイスをもらい、会議のおもてなしにご用意させていただきました。じゃーん。ジオゲヘナの地熱を利用したバーベキューです。わあ、マグマの上で食材を焼くってことですか？これまたナイスアイデアです。グレイスさんってできるシュバリエです。ハグしてもいいですか？バッチ来いですよ。なんて死んだふりです。死んだふり。死んでますけどお気になさらず。私その気になれば透過率 100% なので。あ、そっか。グレイスさんは幽霊さんなんでしたっけ？はい、裏飯屋です。騎士氏の背に隠れて私をチラ見しているモネ氏はすでにご存知かとね。脅かしたりしませんよ今日は。だから出てきて親睦の輪に加わっていただけませんか？別に怖いから出ていかないわけじゃないですし。ああ、ヤバみです。めっちゃモネ氏脅かしたい。我慢我慢。異世界の者たちが最初から意気投合するというのも難しいですからね。そのためのバーベキューです。というわけで早速網を熱して。グレイスさん、私の分は結構です。オートマトンは食事をしない体なのでお肉の焼き係を担当しますね。食事をしない？なんとそれはリサーチ不足でした。てっきりクローチェ氏はたくさん召し上がるかと思い
こんなに多くの食材を用意してしまいましたが。ちょっと待ってください。食材ってその多足で多目で軟体の謎生物の死骸が。ええ、地元から取り寄せたので新鮮ですよ。あ、ひょっとしてモネ氏自分で焼きたい派ですか？悪いですが、私もバーベキューを遠慮しておきます。なんとクローチェ氏だけではなくモネ氏と騎士氏まで。それでは親睦どころかただのグレイシュちゃん読食会になってしまいますね。ぼっち飯。では別の食材を用意しましょう。よっこいしょっと。グレイスさん、網の上に乗って何を？バーベキューとは死んだ生物を焼いて食べるものとのこと。でしたら私もワンチャンいけんじゃねと思いまして。さあどうぞ。イートミー。網の上で真顔。これはこの人の性格からしておそらく間違いなくツッコミ待ち。それに幽霊だからってさすがに熱くないはずが。でもこの人にツッコミなんかきっと思うツボというものだし、誰か他の人。わあ、食材にも慣れちゃったりするんですか？私なら耐熱温度を超えたらパーツが溶けて癒着しちゃいますよ。幽霊さんって万能なんですね。この二人真に受けてる。でもグレイスさんに何もかもお任せじゃ申し訳ないです。せめてものお手伝いってことで、私のジェットブーツで火力に加勢しますね。レッグパーツを取り外してっと。よいしょ。最大出力。せーの、ジェット噴射。クローチェさん、これ多分冗談。あ、無理。熱い。おや、雨が。残念ですが雨天中止です。バーベキューは一旦保留にしましょう。諦めて網から降りた。雨ですか？思いっきり晴れてませんか？というかこの世界、雨って降るんでしょうか？バーベキュー無理じゃねという空気を冗談で何とかしようとしてみたものの、あえなく失敗。さてどうしたものかしら。ちょっといいですか？格の揃ったプリンセスたちならともかく、私たちは住む世界も種族も異なるただの一般人同士です。しかもこの4人なんだか噛み合わなさそうだし、親睦とか難しいと思いますけど。モネ氏、なんだか
私がみんなをしょんぼりさせたみたいな空気。でも変に期待してがっかりするくらいなら。シュバリエ、その役割を皆さんご存知ですか？何ですか？脈絡なく突然。はい、プリンセスと王家の装備を守るんですよね。ご名答と言いたいところですが、その2つ以外にも私たちにはとても重要な第3の仕事があるのです。ええ、王家の装備には使用者自身にも反動があり、最悪歯止めが効かなくなるというリスク、デメリットがありまして。王家の装備のデメリット。あ、ライライル様の性格が変わっちゃったりとかですか？おそらくは。場合によっては本人の望まない結果も起きかねませんし、そんな事態が起こらないように、いざとなれば力ずくででも姫を止めるのが私たちシュバリエに課された第3の、いえ、本来のと言っても過言ではない重要な役割なのです。そういう意味だと、うちの姫は王家の装備をほぼ使いませんから、その本来の仕事を私はさせてもらえませんけど。ですが、己の仕事を知った上でそうして適切に控えていられるというのは優秀なシュバリエの証だと思いますよ、モネシ。もちろんですよ、騎士氏。ペコリーヌ氏がお腹ペコペコの際にいつでもお料理を出せるように準備しておけるのはあなただけです。よーし、なら私もライラエル様を今までよりもっともっと力ずくでお守りしたいです。ええ、クローチェ氏、その意気です。あなたの力ずくは底抜けに心強いでしょうね。あ、しょんぼりしていたみんなの空気が。というわけで、つまりシュバリエの大事な役目とは危険を察知し回避すること。今回のバーベキュー、体に合わないものを食べて取り返しがつかなくなる前に、おのおのがおのおのの判断で危険を回避できたということは、シュバリエとして大変誇らしい結果だと思うのです。ドン引かれ食材を持参し滑った私が言うのもまあなんですが。あ、確かにバーベキューができなかったことは残念ですが、そう言われるとなんだかとっても誇らしいです。まあですね。危険を回避するのが役目なら、代案を考えるのもシュバリエの仕事ですよね。ほんのちょっとだけ待っててください。クローチェ氏、巨大な岩や枯れ木をどっかんどっかん動かして何を？はい、完成。地割れのマグマを利用したキャンプファイヤーです。みんなで同じものは食べられなくても同じ景色を見ながら会議をすることはできますよね。なるほど、素晴らしい案ですね。お焚き上げみたいで。これなら別に。はあ、炎って綺麗。
見つめてるとスリープモードになっちゃいそうです。公務を離れてたまにはこういうのもいいですね。そうですね。人玉以外の炎というのは良いものです。私は緊張しますけど、特にあなたが隣にいると。やっぱり脅かしたい。うずうず。何ですか騎士氏。これでやっとシュバリエ会議ができますね。ああ、そうでしたね。吸ったもんだありましたが、皆さんのおかげでこうしてついに会議のセッティングが整いました。会議で決めること？特にありませんけど。なるほど。思い出してみたらグレイスさん、最初から親睦を深める以外言ってないです。議題はなしですね。っていや、会議なのに議題なしですか？クローチェ氏と騎士氏のノリからのモネ氏のツッコミ、連携ノリツッコミ、しょっぱなからボケを重ねていた甲斐がありました。グレイスちゃん、感激で昇天しちゃいそうです。別に連携したつもりじゃ。っていうか、会議自体がボケだったんですか？私たち4人、すごくいいお友達になれそうな気がしますね、モネ氏。冷た首に息とか。何するんですか？あれ